日本人の投資家は左の見方で見ている人が多いと思います。で、一方で欧米は右側のパターンが多いという印象です。で、僕らが意識しておかないといけないのは、相場には左側の日本人の多くの人に馴染みのあるパターンだけではなくて、右側のパターンでチャートを見ている人もいるということです。はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマはダウ理論の使い方。投資やトレードにおいてダウ理論をどのように使うのかを徹底解説していきます。今回の動画はですね、ダウ理論を一から勉強したいという方、体系的に理解したい方、それから名前は聞いたことがあるんだけれども、詳しい内容や実際にどう使うのかは知らないという方を対象に作成しています。これに加えて動画の後半では、日本人の投資家やトレーダーにはあまり馴染みのない視点でのダウ理論的チャートの見方も解説しますので、ある程度ダウ理論を知っている人にとっても少しグローバルな視点でダウ理論を見ることにもつながると思います。ダウ理論難しそうだなと感じている人もいるかと思いますが、ダウ理論っていうのは投資家の心理を交えながら相場の振る舞いの特徴を体系化したものであり、チャートを客観的に見るための基礎です。これを知らないとトレンドの発生や継続、転換といった相場の節目となる動きを捉えられません。で、非常に重要な理論なんですが、この動画を見ることでダウ理論の基礎から投資トレードでの活用方法までわかりますので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。それでは早速本題の方に入っていきたいと思います。まずダウ理論とは何かというところを解説していきたいと思うんですが、ダウ理論っていうのは一言で言うとトレンドとは何かを明文化したものになります。誕生したのはかなり昔です。20世紀の前半にチャールズ・ダウという方によって生み出された相場理論です。このチャールズ・ダウさんという方はジャーナリストなんですけども、ウォール・ストリート・ジャーナルとダウ・ジョーンズの設立者でもあります。ウォール・ストリート・ジャーナルっていうのはご存知の方も多いと思いますが、経済金融ニュースの新聞、メディアですよね。で、ダウ・ジョーンズっていうのはその発行元の出版社です。アメリカの株価指数でダウ平均株価っていうのを聞いたことがある方もいると思いますが、このダウ平均という指数を考案したのもダウさんなんです。実はこのダウ理論はコンセプトそのものはダウさんによって生み出されて、ウォールストリートジャーナルの記事として公開されていたんですが、ダウさん自身がですね、ダウ理論みたいな書籍だったり論文のようなものを出版したことはありません。先ほど紹介したウォールストリートジャーナルの記事だけだったんですが、ダウさんの死後にですね、ウィリアム・ピーター・ハミルトンさんという方を中心とするメンバーによって体系化され、世の中に広められたという経緯があります。それだけ歴史がある理論であるっていうことと、その他のテクニカル分析もこのダウ理論がベースになっているものは非常に多いです。どの分野でも基礎が大事って言われると思うんですけど、投資やトレードの世界、特にチャート分析という観点では、ダウ理論こそが基礎だと思っています。テクニカル分析も投資家の心理分析も全てここにその原型が詰まっています。それではここからダウ理論を構成する6つの要素について説明をしていきます。ダウ理論というのは6つの要素で構成されています。その6つの要素というのがこちらです。1、マーケットは全ての情報を織り込む。2、トレンドの3種類。3、トレンドの3フェーズ。4、株価指数は互いに確認し合わなければならない。5、トレンドは出来高によって支えられてなければならない。6、トレンドは明確なシグナルが出るまで継続する。これらについて一つ一つ解説をしていきたいと思います。まず一つ目のマーケットは全ての情報を織り込むという点なんですが、これは株価には全ての情報が織り込まれているという考え方です。で、ダウ理論っていうのは株価をベースに作られた理論なので、株価という表現が中心になっていますが、例えば商品、コモディティと呼ばれるものですね。であったりとか、為替、FX など、その他の金融商品に読み替えて適用していけばいいと思います。ですので、市場で取引されている金融商品の価格には全ての情報が織り込まれるという見方ですね。例えば、企業の潜在的な収益力であったりとか、競争力、それから経営者の能力であったりとか、次回の決算発表の内容や経済指標発表の予測であったりなど、たとえ相場参加者たちがこれらの詳細を知っているわけではないとしても、市場に織り込まれているという考え方です。また相場では突発的で予期せぬ出来事っていうものも発生するケースがあると思います。例えば米国のどっかの銀行が経営破綻して信用不安が広がるとかですね。そういった場合も株式市場の指数は正確な値を反映するように素早く再調整するということです。さらにここには将来の出来事でさえリスクという形で織り込まれるという考え方も含まれています。これは例えば最近の例で言うと、米国の経済指標が強かったりすると、まだ追加の利上げ可能性が残っているなんていう形で、米国債の利回りが上昇したり、ドルが買われたりっていう動きがありますよね。で、これも将来本当に追加利上げするかどうかはわからないのに、あらかじめそのリスクを織り込む例と言えると思います。二つ目のトレンドの3種類なんですが、これは相場にはプライマリー、セカンダリー、マイナーという3つのトレンドが存在するという考え方です。この図の左側が上昇トレンド、右側が下降トレンドを示しています。で、上昇トレンドというのはブルーマーケットと呼ばれたり、強気相場と呼ばれたりします。下降トレンドはベアマーケットと呼ばれたり、弱気相場と呼ばれたりします。そしてこの上昇トレンドにおけるメインの方向の流れのトレンドをプライマリートレンドというふうに呼びます。下降トレンドの場合であれば、この下方向の流れですね。こちらの方向のトレンドをプライマリートレン
ドというふうに呼びます。プライマリートレンドは期間としては1年もしくはそれ以上続くトレンドとして定義されています。またトレンドというのは一直線に進むわけではありませんよね。上昇トレンドであればこのように押し目を形成しながら上昇を続けていきます。下降トレンドであれば下げてその後戻しを形成してまた下げてというように常にこの戻しというものを形成しながら下げていきます。このように上昇トレンドにおける押し目の形成の部分や下降トレンドにおけるこの戻しの部分をセカンダリートレンドというふうに呼びます。期間としては数週間から数ヶ月続くトレンドとして考えられています。そして最後のマイナートレンドなんですが、マイナートレンドというのはこのプライマリートレンドやセカンダリートレンドを構成する日々の細かい動きのことを指します。期間としては数日から数週間続くものとして考えられています。これに関してはプライマリーやセカンダリーといった名前を覚える必要はなくて、主要なトレンドとそれに対する調整局面が存在するということだけを押さえておけばいいと思います。主要なトレンドというのがプライマリートレンドで、調整がセカンダリーというところですね。調整局面の見分け方をさらに詳しく解説した動画も過去に投稿していますので、合わせて視聴してみてください。それから3つ目のトレンドの3フェーズについてなんですが、ここに関しては時間をしっかりととって厚めに解説をしていきたいと思いますので、動画の後半で詳しく解説したいと思います。4つ目の株価指数は互いに確認し合わなければならないという点なんですが、今チャートの左側に冒頭でも紹介したダウ平均株価を表示しています。右側には輸送業の株価指数であるダウジョーンズ輸送平均株価を表示しています。ダウ理論がここで言ってることというのは、ダウ平均のようなある指数が上昇トレンドを示している場合は、その業種別指数であるダウジョーンズ輸送平均株価も上昇トレンドになっていない限りは、投資家は新たなトレンドが始まったと捉えるべきではないという考え方です。左側のダウ平均というのは様々な業種の企業の銘柄で構成されています。例えば製造であったりとか、小売、輸送、エネルギーといったものですね。そういった様々な業種で構成されている株価指数が上昇しているということは、それらの企業の景気が右側の輸送業にも影響するはずだという考えに基づいています。で、これは一般的にダウ理論の説明でよく使われている例なんですが、これを現代風に解釈してみると、例えばアメリカのもう一つの代表的な株価指数に S&P500 というものがあります。この S&P500 は上昇トレンドになっているのに、ナスダックは下がっているときはアメリカの株式市場全体のトレンドではないというふうに見たりだったりとか、例えば日本の金融株なんかを考えてみると、三菱 UFJ 銀行もみずほも三井住友も揃って上昇トレンドになっているときに、日本の銀行株全体の上昇トレンドが発生しているというふうに捉えて、三菱 UFJ 単体が上昇しているときは単なる個別銘柄要因での上昇として捉えるとかっていうふうに解釈できると思います。で、FX の場合であれば、ドル円やユーロドルだけではなくて、5ドルもニュージーランドドルもスイスフランも全部対ドルで下がっているというときに、米ドル全体の上昇トレンドとして見るということができると思います。で、仮想通貨であれば、ビットコインやイーサをはじめとして、XRP とかその他の草コインと呼ばれるものまでが軒並み上昇しているということであれば、仮想通貨市場全体の上昇トレンドが発生しているというふうに見たりというものです。このように株とか債券とか商品とか為替といったような金融商品をグループ化したものを資産クラスっていうふうに呼ぶんですが、その資産クラス全体だったりとか、業界や通貨といった単位でのトレンドの発生状況を見ることで、トレンドの信憑性を見極めるというように使えるのかなというふうに思います。はい。続いての5つ目は、トレンドは出来高によって支えられてなければいけないというものです。これは価格が上昇しているときは、それに見合った取引量の増加が発生しているべきだというものです。上昇トレンドの場合は、出来高は価格が上昇するにつれて増加して、価格が下落するにつれて減少。下降トレンドの場合は、出来高は価格が下落すると増加して、価格が上昇すると減少しなければならないというものです。で、これについても実際にチャートを見ていきたいと思うんですが、今、トヨタの株価のチャートを表示しています。例えばこの部分であったりとか、こういった部分っていうのはしっかりと出来高も増えていることが確認できると思います。先ほどのダウ理論の説明に基づくと、これらの動きというのはしっかりと出来高を伴った上昇の動きになってますので、これらの動きは信憑性が高いものとして判断するという考え方になっているということですね。それから最後の6つ目、トレンドは明確なシグナルが出るまで継続するについても、先ほどの3つ目の要素と同様に動画の後半で詳しく説明していきます。それではここからは6つの要素の中で最も重要である3と6について詳しく解説をしていきます。まずトレンドの3フェーズについてなんですが、ダウ理論ではトレンドには3つのフェーズ、段階があると定義しています。上昇トレンドと下降トレンドに分けてそれらフェーズを示したのがこちらの図です。上昇トレンドと下降トレンドで大きな違いはないので、上昇トレンドの部分で説明をしていきます。各フェーズの意味なんですけども、まずこの一番最初のアキュミュレーションのところですね。アキュミュレーションっていうのは蓄積という意味です。ここに関しては一部の先
先見の明のある投資家が買い集めているフェーズになります。まだ上昇トレンドが始まるかどうかわからない段階から、機関投資家と呼ばれる人たちはこのあたりから少しずつポジションを構築していきます。それから2つ目のパルティシペーションというところなんですが、このパルティシペーションっていうのは参加という意味になります。つまり上昇トレンドが始まったということを察知した投資家であったりとか、テクニカル分析を用いた投資家が参戦してくるフェーズになります。それから3つ目のエクセスのところなんですが、こちらはトレンドが過熱してきた段階です。一般の投資家や投資経験の乏しい人たちが引き続き新たに参入してきたり、ポジションを追加したりしますが、一方で先行する投資家、このアキュミュレーションというトレンドの初期から参加している人たちというのが、このトレンドが過熱してきたのを見て徐々に利食いをし始める時期になります。そして次のディストリビューションのところなんですが、ディストリビューションについても引き続き先行する投資家が利食いを行う時期となります。トレンドの初期、こちらのアキュミュレーションの段階ですね。こちらの買い集めの時期に対して分配、つまり売りさばきのフェーズとなります。ディストリビュートっていうのは何か保有しているものを配分するっていう意味を持ちますが、トレンドの初期から参加している投資家が保有する資産を最後に参加してきた投資家に売りさばいて手仕舞いをするという意味を持っています。ですのでこういったところで買うっていうのはトレンドの初期から参加している人たちが利益確定のために売りさばいているものを買っているんだという認識を持てるようになると、こういう場所での高値掴みも防ぐことができると思います。このあたりの話は過去に投稿したこちらの動画でも話をしています。高値掴みしがちで解決方法を知りたいという方はこちらの動画も合わせて視聴されることをお勧めします。今説明してきたようにこのように3段で上げて3段で下げるという形ですね。こういうのを3段上げとか3段下げというふうに呼んだりもするんですが、これらの形というのはチャートの様々なところで出てきます。で、今見せている図というのは概念を説明するものなので、このように綺麗に左右対称の形というのはあまりないですが、いくつか例を紹介していきたいと思います。例えばこちらはビットコインの月足ですが、このように3段階で上げている様子が確認できると思います。そして7万ドルの少し手前の部分から大きく下落して2万ドル台まで下落してきたというところです。こちらは先ほども紹介したトヨタのチャートになりますが、この上昇の部分を見てもらうと、このように1、2、3というように3段上げの形が出ていることがわかると思います。はい。それからここの下げの部分に関しては、1、2と見るか、1、2、3と見るか、解釈が分かれると思うんですが、1、2、3と、見ようによってはこのように3段下げというふうに見ることもできます。先ほど下降トレンドのフェーズのところでパニックというフェーズがあったと思うんですが、まさにここの部分の動きというのは、例えばこの付近から買った人からしてみればパニックになりそうな動きというふうに見えると思います。はい。それからこちらはコモディティの商品の一つ、ゴールドですけども、これなんかはですね、3段上げと3段下げが綺麗に左右対称に出ている形かなというふうに思います。1、2、3というような形で3段で下げて、そこからですね、1、2、3と、3段上げで切り返しているという様子が確認できると思います。このように3段上げとか3段下げの形が出てきたら、そろそろ過熱フェーズかななんていうふうに見えるようになると、高値掴みや安値掴みをすることも減ると思います。こういうふうに目いっぱい上がったところだったりとか、こういうふうに下がりきったところですよね。そういうところでトレンドの初期から参加している人がどういうふうに考えるかっていうところに思いを馳せられるようになると、チャートを客観的に見ることにもつながります。ぜひ意識してみてください。それでは最後にトレンドは明確なシグナルが出るまで継続するについて解説していきます。で、ダウ理論の中で最も重要と言ってもいいのがこれです。トレンドは明確なシグナルが出るまで継続っていうことは、明確なシグナルが出ればトレンドは終わるってことですが、じゃあその明確なシグナルって何って誰しもが疑問に思うと思います。で、実はダウ理論には明確なシグナルが何かというそんなに細かい定義があるわけではないんです。で、これをめぐっては大きく2つの解釈が存在するので、今回はその解釈を紹介していきたいと思います。その前にまずそもそものトレンドの定義をおさらいしておきたいんですが、トレンドというのは高値と安値を切り上げている状態を上昇トレンド、逆に高値と安値を切り下げている状態を下降トレンドと言います。じゃあこのトレンドが終了するのはどんな時なのか、明確なシグナルの解釈について見ていきましょう。今回は上昇トレンドから下降トレンドへの転換を元に説明していきたいと思います。まず一つ目の見方、解釈なんですが、押し安値と戻り高値のブレイクを元に判断するという方法です。押し安値というのは上昇トレンドにおいて直近の高値を作った起点の安値のことを言います。今回の例で言うと、ここの安値が押し安値になるんですが、つまりここの押し安値を割った段階で上昇トレンドが終了したというふうに見るという見方です。では下降トレンドが始まるのはどこかというと、先ほどの下降トレンドの定義を思い出していただきたいんですが、下降トレンドというのは高値と安値を切り下げている状態のことを言いました。つまりここの安値を割ってくると、安値の切り下げと高値の切り下げ両方が確定するため、このポイントを割ったところというのが下降トレンドの開始になります。では2つ目の解釈はどのようなものかというと、高値と安値の切り下げのみに注目するという方法です。ここの高値に注目をしてください。ここの高値というのは前回
回の高値を更新することに失敗をしています。では、ここの高値の切り下げが確定するのはどこかというと、それはここの安値を割った段階になります。ここの安値を割った段階で、この安値の切り下げとともに、ここの高値がここの高値に切り下がったことが確定します。つまり、ここの安値を割ってきた段階で、上昇トレンドが終了し、下降トレンドが開始したというふうに見るという見方です。左の見方との違いは何かというと、押し安値を割っていようが割っていまいが、高値と安値を切り下げ始めたら、上昇トレンドは終了し、下降トレンドが開始しているというふうに見るという見方です。これは僕の個人的な印象なんですが、日本人の投資家は左の見方で見ている人が多いと思います。で、一方で欧米は右側のパターンが多いという印象です。で、僕らが意識しておかないといけないのは、どちらが正しいとかいいとか悪いとかではなくて、相場には左側の日本人の多くの人に馴染みのあるパターンだけではなくて、右側のパターンでチャートを見ている人もいるということです。例えばこの2の図を例にとると、自分ではまだ押し安値を割っていないので、買いが優勢だというふうに思っていても、すでにこのように高値安値切り下げていることから、売り目線で臨んでいる人の方が多勢かもしれないということです。じゃあこれから勉強する人はトレンド転換のタイミングを見極めるのにどうしたらいいですかという疑問を持たれる方もいるかと思いますが、まずは左側の1の形をマスターするといいと思います。で、理由なんですけども、左側の形というのは、押し安値という最後の高値更新の起点が破られたことで、売りの強さが示唆されています。で、一方で2に関しては、まだ押し安値が破られてませんので、押し安値のところから再び反発していくという可能性も考えられます。例えば、丸2のケースで、すでに下降トレンドが発生しているからといって、例えばこういうところから売っていく場合なんですけども、ここの押し安値のところから反発する可能性を考えて利益確定のポイントをどこにするかっていうのを考えないと、反発して縦値まで戻ってくるとか、担がれたりもしやすいので、左の1の形の方が難易度は低いです。2つのことを同時にやろうとすると、2と追うものはなんちゃらじゃないですが、どっちつかずになりがちなので、まずはトレンド転換は左の1の形をマスターするのがいいと思います。僕自身も最初は左の形だけをやっていました。すでに左の形はマスターしていて、幅を広げてですね、例えば2の形のこういった高いところからトレンド転換狙いのトレードを習得したいというような場合は2の方を練習していくといいんじゃないかと思います。はい。ということで今回はダウ理論の使い方の徹底解説というテーマでお話をしてきました。いろいろなサブテーマを含む内容でしたので、それらをより深く理解するために合わせて視聴していただきたい動画についても紹介したいと思います。まず動画の中で何回も出てきた押し安値と戻り高値についてですね、まだどのように特定するのか不安があるという方、目線付けが苦手だという方はこちらの動画をおすすめです。それからダウ理論を使った具体的なエントリーの例ですね、ポジションをどこで立てるのかっていう例についても紹介した動画を公開しています。それからトレンドの3種類のところで説明した相場の調整局面の見分け方についてはこちらです。最後にトレンドの3フェーズのところでお話ししたように高値掴みや安値掴みをしがちだという方はこちらの動画が参考になると思います。今回の動画の内容が参考になったという方は高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。